レイバー、それは作業用に開発されたロボットの総称である。建設土木の分野に広く普及したが、レイバーによる犯罪も急増。警視庁は特化車両2課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。通称パトレイバーの誕生である。動きが遅れるぞ。はい。2、3、4。よし、だいぶ動きが滑らかになってきたぞ。1、2、3、4。ほら、しばらくゲットしてんじゃない。1、2、3、4。1、2、3、4。泉、どうした。1、2、3、4。1、2、3、4。アスマ、お醤油取って。あよ。ありがとう。機嫌がいいね。長く苦しい戦いであった。生活のすべてを管理され、娯楽はもとより近所には気晴らしをするコンビニもなく、買い食いの自由すらない。来る日も来る日もレイバーの講義と操縦実習、暗黒の2週間が吐き気のするような研修がようやく終わるんだぜ。おお、よく頑張った。まだ午後のお披露目が残っとろうが。んなもん訓練に比べたら遊びみたいなもんじゃん。ねえ、お披露目でレイバーの模擬戦やるって本当かな。シンさん、大丈夫？僕あんまり胃が丈夫じゃないから。食わんのならもらうぞ。あ、模擬戦もいいが俺の敵がおらんな。文句があるなら実力で示せ。違う違う、あれ。誰かな。乗り込みますね。やるじゃないか。あんな動きをしても大丈夫なわけ。まあな、理論的には人間に可能な動きならイングラムでも全て再現できるようになってる。でもイングラムの重量であの動きじゃ機械に相当な負担がかかるだろうな。というわけでイングラムお披露目のメインイベント模擬戦はトーナメント形式で行う。その結果は編成及びポジション決定の参考とされるので、思うところのある者はそれなりに頑張るように。
何か質問は？よーし、お答えします。隊長。分かってるって。ニューヨーク市警察から研修のために来ましたカヌカ・クランシー巡査部長です。どうぞよろしく。ニューヨーク。全員起立。なんだ。巡査部長殿に敬礼。小田、まあそう固くなるな。しかし。お前ら即席警官には分からんかもしれんがな。警察内部にあっては階級差は絶対のものなんて。はあ。それにもし階級が上の人間に睨まれでもしたらもう出世できんのだぞ。でもあの人カヌカさんでしたっけ？ニューヨーク市警の人ですよ。そんなことは関係ない。生真面目なんだか階級に弱いんだか。トーナメントってことは勝ち残らなきゃイングラムに乗れないってこと？まあ単純に考えりゃそういうことだろうな。プレッシャーだ。イングラムはどんどんデータを蓄積していって使えば使うほど賢くなっていく。ただしその過程でパイロットの癖みたいなもんまで覚え込んじまうからな。何一人で納得してんだよ。だから一度決めたパイロットは簡単に変更できないの。トーナメントやるくらいの価値はあるってこと。なるほど。でも私が乗りたいよ。ただこねてんじゃない。いいもん。私にだって考えがあるんだから。ちょっとこれでよし。イングラムの点検は任せたぞ。はい。なんだこりゃ。どうした？私の消しとけ。いや私いや、早かったね。どう調子は？何しろ教官がいいからね。ご苦労様です。結構楽しませてもらってるよ俺も。しかし妙な連中だなあれは。使えますか？あんたんとこの第一小隊の連中とは根本的に違う感じだな。すごい才能を秘めてるんだかそれともただの落ちこぼれなんだかさっぱりわからん。褒めるかけなすかどっちかにしてくんないかな。褒めてるつもりだぜ。後でじっくりとお手並み拝見させていただくわ。そのためにわざわざ来たんですからね。それはそうと、あれ持ってきてくれた？制服。ねえ、でも彼女本当にいいの？だって本人が希望してるんだもの。ねえねえ、なんで彼女ミカの制服着てるわけ？俺が知るか。それよりあっちも気にならんか。なんで第一小隊のゴミ岡さんがいるんだ。しかもレイバーまで持ってきてるんだぜ。まさか。そのまさか。どのまさかかな。あのな。愛してるわミキちゃん、頑張って。ミキちゃんってのは誰のことだ？僕です。ミキヤスって名前だから。あの人奥さん？そう。いいな。軟弱者が。これより98式 AV イングラム導入にあたっての訓練の締めくくりとしてトーナメント形式の模擬戦を行う。第2小隊の諸君がどれだけ実力をつけたかを見るために特別に第1小隊の先輩五味岡巡査部長が現用の97式で参加してくださる。やっぱし。さらに突然ではあるがニューヨーク市警所属のカルカ・クランシー巡査部長も参加する。
彼女は特殊二課第二小隊での半年間の研修を志願しており、実に意欲的だ。強敵がいっぱいだよ。対戦の組み合わせはこの通り。なお1回戦2回戦は強襲用レイバーを、決勝戦のみイングラムを使用する。第1試合篠原泉戦は10分後に開始。以上。いきなりかよ。アスマ、私絶対負けない。えい、始め。行くぞちょうだいな小僧、名を名乗り。小僧じゃない、お姉さんだ。いやあ、入った緊張感のかけらも感じられないわ。いいんじゃないの、元気があって。まるでロボットみたい。それまで泉巡査。野郎ふざけた真似しやがって。わざとですか、あれは。ああ、わざとだな。欠陥商品じゃないのか。たく突然足にガタが来たぜ。引き捨てなりませんね、それは。整備に手落ちがあったとでも。いや、整備の問題じゃなくて製品そのものに欠陥があるんじゃないかっちゅうとるの。だってあんたんとこの会社の製品でしょうが。違う、親父の会社だ。俺は知らん。あら、篠原アスマ、篠原重工業製イングラム、篠原。じゃあアスマ、篠原重工の2代目？なんでレイバー産業大手の2代目が地方公務員なの？親父にはめられた。みきちゃん頑張って。でもね怪我しちゃいやよ。5秒で十分だ。あっという間に蹴りやつけてやる。苦手だな、こういうの。えい。どうだ、恐れ入ったか。フライング。許可。犯罪者は例などしません。実践では先手必勝であります。ひどいわ、卑怯者。勝ちさえすりゃいいじゃありませんか。そんなにおかしいですか。なんだか様子が変だよ。何がそんなにおかしいんですか。あ、なんだ、両者礼からやり直し。何がそんなにおかしいんですか。やめ何が俺を殺す気か。紳士巡査失格。紳士って割に危ないやつだったんだな。参考になるな。お、性格はいいんだけどね。山崎巡査先輩。これより2回戦を行う。泉ノア巡査、大谷竿巡査、前へ。同じ手を食うか。
れまで泉巡査。首のジョイントが脆いんですかね。真上からの衝撃には弱いのかもしれねえな。問題の本質が違ってるような気がするわ。皆さんの戦い方は下品です。どんな戦い方をするのかじっくり見せてもらおうぜ。ゴミ岡さんってどんな人？柔道4段、剣道3段、合気道2段、沈着冷静質実剛健、絵に描いたようなおまわりさんだ。彼女に相応の実力があれば面白い勝負になるんじゃないかな。さ、やっぱり格闘技って必要なのかな？そらないよりあった方がいいんじゃないか。レイバーはパワーだ。パワーで決まる。ほんじゃパワーが互角の場合には燃える心。なんでそれ。カヌカ巡査部長。何？ねえ、一体何が起こったの？一本背負いです。あっという間の見事な一本背負いでした。決勝進出は泉ノア巡査とカヌカクランシー巡査部長。今の試合内容なら納得かな。彼女第二小隊にはもったいないような人材ね。欲しい？え？彼女第一小隊の戦力にしたいでしょ。どうせくれないんでしょ。あげない。勝てる気がしないよ。知恵と勇気。え？実戦になったら敵を選ぶことはできん。逃げ出したくとも逃げられん。これが俺たちのお仕事だからな。そんな時はなんだよ。知恵と勇気でしのげ。なんとかなる。なんだかよくわかんないけど、わかった。これより泉ノア巡査とカヌカクランシー巡査部長との決勝戦を行う。レイ。始め。離れろ。組まれたら無理だ。勇気、電磁系が遅い。何をやってんだあいつら。部活に近づけないんですよ。しかしこのままじゃ負けることはないかもしれませんけど、勝つこともありませんね。ノアは果敢にも挑戦を試みたが、いずれもが不発に終わった。計算し尽くされた無駄のないカヌカの動きの前に、自ら窮地に陥ること幾度。卑怯だ、汚えぞ、やる気あんのかという太田の罵声を浴びつつも、ノアは頑張っていた。こうして戦いは誰も予想し得なかった長期戦に及んだ。おい、もういい加減に決着つけろよ。そのうち動けなくなるぞ。んなこと言ったってどれが知恵でどれが勇気なんだよ。ここまで粘ればもういいだろう。技を返されることを恐れずにブワーッといけ。ブワーッと。バッテリーが。向こうから来ちゃったよ。
それまで。カヌカクランシー巡査部長。なんで？それはこういうことよ。泉巡査、あなたの動きには無駄が多すぎます。もっと的確な動きをすれば今以上に動力は持つはずよ。静粛に静粛に。それではお待ちかねのポジションを発表する。1号機フォワードイングラム、パイロット泉ノア巡査。本当ですか？本当ですね。俺が嘘ついてどうすんの。やり。1号機バックアップ指揮者担当篠原東巡査。はい。同レイバーキャリア担当山崎宏美巡査。はい。2号機フォワードイングラムパイロット大田勲巡査。はい。同バックアップ指揮者担当カヌカクランシー巡査部長。イエス。同レイバーキャリア担当紳士幹康巡査。以上だ。ところで太田、なんでお前がフォワードになったかわかるか。はい。自分が巡査部長殿に指示を出すわけにはいかんからだと思います。違うわよ。私の研修期間は半年。半年でいなくなる者がイングラムに癖をつけるわけにはいかないわ。半年か。楽しい半年になるわよ。抱きしめてみないブー。今夜0時のバスに乗ったらみないブー。一度きりならできるはずだから。夢に引きずられ俺は汗まみれのロリ話し相手の TV スイッチ引っ張る。明日一日は憧れた街のゴミの中、早くメインストリートに触りたいのさ。眼差しだけはいつでも上を向いてるつもりだった一つの道だから抱きしめてみないブー。今夜0時のバスに乗ったらみないブー。一度きりならできるはずだからみないブー。今夜0時のバスに乗ったらみないブー。一度きりならできるはずだから。ここは地の果て特殊二課。忙しいんだか暇なんだかわからない特殊二課の妙な日常に翻弄される私。でもゆっくり慣れればいいのよね。タコ、慣れてる暇なんかあるか。イングラムの3号機が水没した。ノア、お前が引き上げるんだ。そんなことしたらアルフォースが錆びちゃうよ。できなきゃ全員海に叩き込まれるぞ。次回こちら特殊二課ターゲットロックオン。